ごきげんよう。日本画家の諸星美希です。諸星美希日本画研究室、略して諸研。さあ、今日はこんな話はいかがでしょうか。先日大阪芸術大学も卒業式があって、またね、夜には謝恩会を卒業生が開いてくれて、思い出話なんかをしながら、なんか1回生の時こんなに幼かったのに、みんななんか4年間はあっという間だなと思って、すごくね、寂しい気持ちと、あとおめでとうっていう気持ちと、私は学生時代どんなだったかなっていうのをね、思い出してたので、今日は学生時代に私が行っていたルーティンなんかをちょっと話してみようと思います。その前に自己紹介をさせてください。私は日展会員の日本画家です。日頃は動物画を描いております。大阪芸術大学の日本画コースで客員教授をいたしております。もしこのチャンネルがいいなと思ってくださった方は、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。はい。私はですね、前にもね、動画で話させていただいたんですが、25歳から大学をやり直しております。それで、25歳で卒業したのは29歳。それで、決してね、早い方ではないですよね。でも私は一回仕事をしてから大学に行けたことはプラスだったなって思っています。このね、視聴者様の中にもぜひそういう方いらっしゃると思うんですよね。一回ね、お仕事をされてからもう一回ね、大学っていうふうに思って頑張ってるよっていう人も中にいらっしゃると思うんですけど、正解ですよ。なんかね、結構ね、私はこの順番で私は良かったかなって思ってます。それでね、まずしたことは、みんなよりは完全に遅れてますから、みんなより人より早く学校に行って、一番最後まで書くっていうことですかね。私は京都の造形芸術大学、今の京都芸術大学ですね。そこに行ったんですけれど、朝8時に私は一応学校に行けばですね、まだ誰も来てないんです、教室にね。で、教室に来てなくて、で、その時間に行けば誰も来てないことが分かっているので8時に行くんですけど、そうするとまずやることはみんなのところも含めてほうきでね掃いて掃除するんです。それでみんなのとこまでは拭き掃除はできないんですけど、自分の周りはすべて雑巾でね拭き掃除してからね始めるんですよね。それをまず掃除を終わるでしょ。そうしたらねお湯を沸かしてね麦茶をね作るんです。午後からみんながね、出てくるんで、それまでにね、熱いお湯からね、麦茶作って冷やしておいてあげるんです。冷蔵庫にね。で、あとは、プランターに、いろんな花が植わってて、で、私、風船カズラが好きでね、風船カズラを植えてあって、それにね、お水をやって打ち水をするっていうのがね、私のルーティンで、遅くても9時からはもう完全にかけるような状況にね、全部、煮皮とかいろんな準備も全部終わって、もう、はい、一筆目9時からみたいな感じでかけるようにルーティンは決めてましたね。そうすると、午前中書きますよね。そうするとお昼ぐらいに、お昼食べに行こうってね、大学の先生がね、誘ってくださったりだとか、いいこともね、いっぱいありましたね。あとは、私は裏千家のね、お茶をやってたっていう話は、前の動画でも話してますけれど、美味しいお菓子がね、手に入ったら、お抹茶茶碗と、あと、いろいろ茶筅とか持って行って、みんなに振る舞ってお茶をあげたり、あと、竹内浩一先生とかね、いらっしゃったら、お茶を立ててね、お菓子をあげると喜んでくださったり、あと、私もう一人ね、お世話になった先生がいて、吉村敏夫先生っていう先生いらっしゃったんです。私、本当に母のような先生で、
もうその先生がなんかいろんなことを導いてくださった、本当に母のようにねしてくださっていたから今ここにあるんですよね。恩師なんですよ。で、先生もすごく喜んでくれましたね。美味しいおもがしを差し上げて、お茶を立てて、先生一服いかがですかって言うと、いいのって言いながら、先生とね、いろんな話ができました。そんなね、ちょっと、そういう学生時代でしたね。あとはもうみんなとも、仲良かったので、みんなとね、おうどん食べに行ったりだとか、それこそ学生なんでカラオケに行ったりだとか、みんなでね、美術館に行ったり、あと絵の具買いに行ったり、すごくね、楽しい学生生活でしたね。夢のようでした。私はなんか一回仕事してからなんで、そのなんかこう、貴重さっていうのはね、人一倍分かっていたと思います。他の学生さんよりは分かっていたと思いますね。春はね、別れの季節ですからね、いろんな学生たちがね、旅立ったりとかすると、なんかそういうことをね、自分のことをね、思い返すっていうね、ことがあります。皆さんはね、どんなルーティンでね、日本画を描きますかね。今は割と、そうですね、私はしなとくんっていうリスがいるんですけど、しなとくんにね、ご飯をあげてお部屋を散歩させてから、それからなんとなくね、絵を描き始めるっていうのが、まあ大きなルーティーンですかね。まずはね、可愛いリスにご飯をあげて、それからですね、まあ、ちょっと最近は締め切りが混んでてですね、朝晩描いて、まあちょっと布団で寝ない生活もするので、昼夜ちょっとわかんないんですけれど、でも、まあまあ、そういうのが日々ですね。なんで皆さんもぜひね、コメント欄でね、教えてください。皆さんのこれはおすすめよみたいなルーティンがあれば、はい。ね。皆さんはあれですかね、筆箋の水は前の日に汲んどく派ですかね。それとも朝一番に汲む派ですかね。ね、一応筆を洗いますでしょ。筆を終わった後に筆洗って、ね、皿なんかもきれいに洗ったりなんかするけど、どうがいいんでしょうね。私はリスを散歩させることがあるので、ちょっと水にね、ちょぽっと入ってしまったら大変だから置いとけないっていうのがあるから朝に汲む派ですけどね。なんか皆さんはどうされてますかね。なんか学生時代のそのまんまでね、なんとなくその習慣はちょっと近いものが今、卒業してもなんとなく同じことをやってるような気がしますね。まあ学生時代の時は手探りだったんで、今みたいな工程ね、ある程度の年数が経つと自分の中のね、制作の手順みたいなプロセスみたいなのはなんとなくできてくるもので、ね、なんかそういうことは学生時代はなかったですけどね。いつも冒険の旅に出るみたいな感じでね、失敗したとかね、これはうまくいったとかね、そういうのの繰り返しだったですけど、でもなんかこう、そのルーティン的なことはあんまり変わってないかなって思いますね。本当に背景を塗る前はね、全部お部屋をね掃除して床を拭いてからじゃないとね、ゴミがねどうしても入りますよね。日本画のね画面の中にね、なんかそれが嫌だからそういう風にしたりしてますね。掃除大事ですよね。はい。皆さんぜひまたね、コメント欄の方にコメントを寄せてください。また、いいねボタンもね、いただけたら本当に嬉しいです。はい。じゃあ今日はこの辺にいたしたいと思います。ありがとうございました。それではまた。